はいさーい、ニャイルドハートのあがりえるみこです。どうもです。今日はですね、残念なお知らせをしたいと思います。お寺の方からお届けします。動画を。ですね、実はですね、うららちゃんを捕獲した過去の動画をまた皆さん辿っていただきたいんですが、おばちゃんところのね、飲みがすごくたくさんいて、ムーミン一家たちを保護した場所なんですけど、そこでうららを捕獲器に入れたのを皆さん過去を戻ってもらうとわかると思うんですけど、帰ろうとした時に、妊婦だと思って、入れた子なんですよ、捕獲器に。そのシーンが出ますよね。あの子が産んだんですよ。産んだのも結局、その捕獲した後だから、結構、だいぶ日にち経って、で、実は私の家に、いつでもうららが産めるようにと思って、私の家で見てたわけです。ただ、なんせ私もあっちゃこっちゃ日々こう活動してるもんで、帰ってきた時には実は産んでいたんですね。で、産んでいて、あれすごくミャー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 、もう玄関開ける時からミャーミャーちっちゃい声がすごい聞こえるな、産んじゃったと思って走ってったら産んでる最中かなと思って、そしたらもうすでに生まれていて、うらら産んだんだねって。生まれた、しっかり。しっかり生まれた。クララ。覗き込んだら、なんか妙だったんですよ。すごく、あれって、これなんか、生まれた猫がちょっと芋虫みたいに、こういう形でみんないるんですけど、みんながこう、ある一定の場所にこう集まって肉団子にしてる感じで、そこに、下の方に赤い肉の塊みたいなのが見えて、で、その上でみんながもがいてる感じなんですよ。うん。で、一部は、動くと、他の猫がミャーって鳴くんですよ。で、だからずっとこの猫がミャー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 してるんですよ。普通、産んだら皆さんわかると思うんですけど、はい、もうおっぱいを飲んでたりとか、そういうシーンだと思うんですね。だけど、一切それがなくて、逆に、もう子猫たちが、赤ちゃんたちがもがいてる感じ。なんだろうなんだろうっつって。で、一部3匹ぐらいは、おっぱいの方にかろうじていって飲んでる様子もあって、で、うららはやっぱりシャーってすごいんで、でも私はこれは見たことない映像だな、絵だなと思って、で、なおかつ、なんか変な感じだったんですよ。でも、まさかと思って。でも1時間ぐらいしても、やっぱり泣き止むんです、一瞬はね。だけどやっぱりまた泣くんです、みんなで。こんなに泣く赤ちゃんたち見たことなかったんで、今まで。おかしいなと思って。で、ちょっと、うららが、シャーって言いますけど、まあいいかと思って、一匹を私取ろうとしたんですよ。首根っこ捕まえて、こう取ろうとしたら、なんか引っ張れないんですよ。硬くって。あれって。で、にゃーって言うんで、やっぱり怖いじゃないですか。戻して。なんか、くっついてる猫がみんなって正直思うぐらい。猫がね、くっついてる感じ。わかるかな。で、もう私それでもう、と思ってもうダメ元で、よく戸田のアポクの先生に私お世話になってるんですけど、夜中の1時です、1時。LINE して、どうせ先生無理だろうと思いながら、まあちょっとやったら連絡ついたんですよ。したら、ごめん、猫がくっついてるみたいって言ったら、何それって、いや、生まれたんだけど、みんなくっついてるんだよって。って言って、とにかく何か持って私、家だけど行くよって言ってくれて、で、それで私も、いや、これは本当にこんなことって見たことないし、よくよく見えないんですよ、本当に。もう固まってるからさ。で、仕方なく、で、もう先生が来るの待って、で、先生来てくれて、家に来たんですよ、私の家に。そして先生と一緒に、まずシャーするうららをこう、布でこうかぶせて、顔を押さえて、で、その間に先生が、ひょいとその塊を、猫の塊取ったんですね。そしたら、肉の塊みたいな赤い肉の塊の上に7匹の猫たちがこう動いてるんですけど、足が絡み合ってるんですよ。足がその肉から絡み合ってるから、もうぐっちゃんぐっちゃんっていうのかな。どれが抜けないわけ。全部抜けない。抜けるのはどれ何これって先生も見たことない。獣医も本当に見たことがないということで、私も今まで何十年も、10年以上やってて、こんな生まれ方もすんだと思うぐらい。で、この原因究明ももうできるというか、原因究明よりも、まずは話さなきゃって思いますよね。だから、もう一生懸命取れる子から取ってったんですよ。で、そしたらやっぱりへその緒も繋がってるから、先生が糸で切って、
本当は映像流したかったんですけど、とてもじゃないけど YouTube で流せないんで、もう口頭でお伝えするしかないから、皆さん想像してくれたらいいと思います。肉の塊がある、そこに7匹の猫が足が絡み合っている。その肉にあたかもくっついてる。っていうのは、へその緒が絡み合ってるって考えてくれたらいいかな。胎盤にへその緒が、7匹のへその緒が全部が、こう、猫ってさ、目が見えないじゃない、生まれてきたら。で、どういう行動するかってやっぱ、もぞ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 するんですよ。もぞ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 。で、みんなで例えばへその緒があったら、もぞ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 、もう動けば動くほどぐちゃ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 ってなりますね。まさにそれだったと思います。まずはもう、糸でね、へその緒切って、で、絡んでる足を探し当てて、抜ける子は抜いた。それが4匹は抜けたんです。7匹生まれてるんですよ。ただ3匹は、もう足が、もう、なんだろう、その子の足と思われるものが膨らんで、色も変わって壊死してる状況っていうか、もうとてもじゃないけど、これは病院でしかできないって先生が言って、もう救えるかわかんないけど連れてくよって言って、で、先生が連れてって、で、足を、切断ですね。3匹ね。切断した状態で、私も生まれたての子を切断したのは、もうそれしかもうなくて、で、切断して、ICU 入れて、いろいろ先生がやったんですけど、結果的にはその場ではなくなってないです。ただ、やっぱりこう、持たなかったです。はい。で、だからクララの子は、7匹生まれたんですけど、その状況下で全員生まれて、で、足がくっついてたのは3匹。で、4匹は、なんとかクララの、私の家でクララのミルクおっぱい飲んどったんですけど、1匹はやっぱり、その中でも、やっぱりまた、その絡んでたのがみんな同じ状況かって言ったら多分おそらくみんなそれぞれ離れたけどあんまり良くなかったみたいで亡くなってしまいました、1匹は。だから今、実際生きているのはクララの猫は3匹です。7匹中3匹。で、なおかつ猫は7匹も産むんでしょうかって思う方います。だいたいマックス7匹だとは聞いてます。私も稀です。初めて見ました。だいたい多くて5匹、6匹なんですよ。7はね、ほんと産む子って初めて出会いました。だけど、やっぱ持たない。で、正直言うと、もともと痩せて栄養価もない子なので、よく7匹いたなとは思うんですが、あの、私はその血の塊が、実は肉の塊が8匹目だと思ったんですよ。猫じゃねえのと思ったぐらい。でも大きさとかいろいろ考えるとやっぱ胎盤じゃないかと、先生と結構そこで到達したんですよ。胎盤にへその緒が絡み合って生まれたけど処理してくれなかったクララちゃんが普通は処理すると思います。でも彼女はもう右目が白内障なのか目も見えにくいと思うんですね。だから多分できなかったんじゃないかなって。例えば私がその出産シーンに立ち会えば、もしかしたら救えたかもしれないな。そういう絡み合いはなかったかもしれない。でももうこれ後の、もうなんだろう、こうしたらよかった、ああしたらよかったって言ってもきりないし、誰の責任でも、クララの責任でもなくて、できなかった子が悪いってわけでもなく、もうこれ運命かなと。もう、やっぱり生まれてきて、6匹で生まれようが、外で生まれようが、残ったのが1匹2匹っていうのは本当に普通にあって、やっぱり生きていくっていうのは、難しくて、そのクララは家の中にいたとかかもしれないけど、家の中皆さんご覧になってください。正直言いましょう、外の方が、まだマシですよ。その状況下で、家の中でも、外よりひどいっていう状況下もありますからね。外も悪い、状況悪いんですけど。でも、このように、保護して、さあ生まれた、よかった、保護した、イエーイ、はい、生まれた、イエーイ、じゃなくて、本当にこのような生まれ方もするんだなってことは、今回私も経験上ですね、経験となったというか、もうこんな経験したくないけど、なんだろう、想像を超えていくっていうかね、だからもう本当にこれから先の活動も何があるかわからねえなって、本当につくづく思いました、今回。なので、本当は生まれてきたもの、7匹ね、生を受けて、確かに泣いてた元気よく。だからもうね、本当に救えなかった。正直 ICU にも入れて切断した子たちは、本当に先生がね、2日3日ってやったけど、1日おきにこう亡くなって、結局は4匹がまとまって、でももうダビは4匹一緒にと私は思ったんです。やっぱ姉妹、兄弟なんでね。だから今日は4匹連れて見送るためにお寺へ来ました。で、あと残りのクララの3匹が生きていくか、元気なんで、やっとクララも子育てしてます。7匹産んだ、外で例えばクララが産んだとしても無理だったと思います。
なんでかって言ったら、多分取れないよ、おっぱい。弱い子はやっぱおっぱい取れない。たくさん生まれれば生まれるだけリスクですね、猫は。で、やっぱり弱いものはこう弾き出されていきます。だから強い、生まれてもなおかつそこで競争ですよ。生き残りですよ、猫たちも。やっぱりそんなもん、それがまあそれなんだなってちょっとつくづく思いました。でも今回絡み合ったのは本当に初めて見たし、こんなこともあるんだなってすごく思いました。これから私は出産を控えてるレナちゃん、ダックスフンドのレナちゃんもいますので、しっかりとね、ダックスの場合はワンちゃんの場合、小型犬の場合はまあ自然分娩できるんですけど、ただ6時間も破水して6時間も子供が生まれなかったらもう緊急オペして帝王切開と先生から聞いてます。でもまあ青木獣医さんも今回戸田の獣医さんすごく協力してくれてて、発生したら連絡してくれと言ってくれてるので、一応様子を見ながら、私も初めて犬の出産は関わったことないので、本当に意を決してちょっとしっかりと産ませたいなと思ってます。できるだけちょっと今日ね少しレナが動かなくなってきてるので、産みがもうすぐ産むのかなと思ってます。まあ生まれくる命もあります。こうやって亡くなる命もあります。ただ生まれたからって本当にね、生まれた瞬間からでもなくて、今抱えてる子猫たち、私たちが抱えてる子猫たちもぶっちゃけると病院行ってる子もいっぱいいるんですよ。やっぱり調子が悪くなったり、もう本当子猫って難しいなって思いますよ。子猫の小さな命を守ってね、行くっていうことは。だからもう成猫はもう出来上がってるけども、本当にね、子猫っていう、今たくさん私たちは大変な思いをもしてますけど、ただ、今いる子たちはなんとかね、すくすく育ってほしいって思って、できるだけケアはしてます。できる限りの医療はしますけど、やっぱり、無理な子もいます。これはもう仕方ないと思います。はい。長くなりましたけど、今からですね、じゃあ、4匹移してもらっていいですか？はい、すいません。大丈夫？大丈夫。見えるかな？見える？顔こっち。見える？そうだね。4匹。触れてる？こっち持ったら多分安定感がないから。今カメラ持ってる彼女もちょっとショックを受けてるんですいません。なんか祈ります。今日は、4匹なんでね、4本のお線香を手向けたいと思います。状況説明が本当に下手ですみません。画像とか動画もぶっちゃけお見せできるもんじゃないですよ。本当に。修羅場でした。本当ね、生きるか死ぬか、先生も夜中に来てくれたこと本当感謝してます。そうやって来てくれる獣医さんってなかなかいないんでね、本当に先生も頑張ってくれました。で、小さな足も本当に切断という形を取りましたけども、そうせざるを得なくて、もう、アガレイさん救えないかもよって先生言いながら連れてってくれましたよ。夜中に手術オペしてくれました。いや、救えなくてもいいです、もうとにかくやることやりましょうって私も決断したんです、その時。だからやっぱりね、今3匹はクララのおっぱいをしっかり飲んでくれてます。それを見るとね、修羅場は何だったんだろうなって正直この子たちの命落としちゃったんですけど、ミケもいたのにね、ミケちゃんも。だからちょっと辛いことはありますけど、でも本当にこういうこともあるんだってことをちょっと皆さん想像しながらですけど、本当にいろんなことが猫はあるなってつくづく私は活動してて思いますんで、これもまたもし同じような経験される方がいるのかなと、そしたらやっぱり早めの判断でしてください。で、なるべく出産にはね、猫たちの出産が近い、例えば妊婦猫を保護した時とか、やっぱりなるべくいてあげる環境下の人がもしかしたら一時預かりした方がいいのかなってちょっと今回少し思ったかな。専業主婦されてる方とか家で仕事なさってる方とか、そういう方々の協力があればありがたいかな、出産させる場合はね。ちょっと思いましたね。なんかまあこうやって出産したけど育児放棄する猫もいますからね。一応クララの方は3匹はしっかりと抱え込んで母性出してますんで、大丈夫かなと思います。この4匹の分までね、クララには頑張ってもらいたいと思います。じゃあごめんな、ごめんね。今日切断した足も見せないですけど持ってます。これも一緒に焼いてもらいますね。
だから片足じゃないと思います、この子たちは。はい。ではですね、ちょっと残念な動画になっちゃいましたけど、こういう現実もあるってことを、本当に皆さんにお伝えすることを、も意味があるのかなと思いますんで、これから本当に妊婦の猫とか保護する方とか、やっぱりそういう方も、やっぱりそういうことがあるんだってことは、この一つのケースとして、事案として、脳裏に、少し留めておいていただけたらありがたいなと思います。はい。では、長い、ちょっと、動画ですね。ご視聴いただき、ありがとうございました。